この動画ではアカウント管理の基礎についてお話しいたします。まずアカウントとは何かを解説します。次にサインアップとサインインの違いを説明します。さらにアカウント管理の重要性とその基本的な考え方について解説します。では行きましょう。そもそもアカウントとは何でしょうか。アカウントとはサービスやアプリ、ウェブサイトなどを利用するために登録するあなたと他の人と区別するための情報のことを言います。一般的にアカウントというのは ID とパスワードという2つの文字列によって構成されています。また最近では ID にはメールアドレスが使われることが多くなっています。次にサインアップとサインインの違いについて説明します。似ている言葉ですが、両者はそれぞれ何を意味しているのでしょうか。こちらご覧ください。このスクリーンショットは最近利用が拡大しているビデオ会議サービスの Zoom のウェブサイトの一部ですが、サインアップとサインインと似たような言葉が2つ使われています。それぞれどういう意味なんでしょうか。まずサインアップの方ですが、こちらは会員登録という意味です。あるサービスを初めて使うときに ID、最近ではすなわちメールアドレスとパスワードを設定してアカウントを作ることをサインアップと言います。次にサインインの方は、すでにアカウントを持っているサービスを使うときに ID とパスワードを入力することを言います。サインインの別名はログインとログオンとも言います。まとめましょう。初めてサービスを使うときには、まずサインアップをしてアカウントを作成します。2回目以降は、アカウント情報、すなわち ID とパスワードを入力してサインインを行い、サービスを利用することになります。アカウントを適切に管理する基本的な考え方として、まず ID に使うメールアドレスはどのようなものを指定するべきでしょうか。大学が提供しているサービスの場合、大学のメールアドレスが ID になりますが、大学のメールアドレスというのは卒業後使えませんので、学外のサービスの ID としては不向きでしょう。学外のサービスの ID に用いるメールアドレスには、プロバイダーから発行されているメールアドレスや Gmail や Hotmail などといった無料のメールアドレスを利用するのがいいかと思います。パスワードはどのように管理するべきでしょうか。この頭にバッテンのついていることはやめていただきたいことです。2、3種類のパスワードを使い回したり、パスワードをシステム手帳などに書いたり、誰でも開けるテキストファイルに書いて保存するというようなことはやめてください。また、パスワードを忘れるたんびにアカウントを取り直すというのもやめた方がいいでしょう。ID とパスワードの結びつきがわからなくなる可能性が高いです。やはりアカウントの管理に特化したアカウント管理アプリを使うことをお勧めしたいと思います。アカウント管理アプリは2段階認証や指紋や顔認識といったバイオメトリクス認証に対応したものを使うのがいいでしょう。アカウント管理の具体的な使い方に関しては別の動画で解説しますので、そちらを参照にしてください。